こんにちは。今日はいつもブログでやってるバイクチェックを動画でやっていこうと思います。フリッカーっていう画像サイトの写真を参考にご紹介していこうと思います。じゃあまず1台目。こちらはサーリーのストラグラーですね。このバイクは最近すごい話というか話題に出ることの多いグラベルバイクっていうのをキーワードに組ましてもらった1台で、特徴的なのはサーリーはフレームのペイントができるので、こちらもお客様の好きな色に色を塗り替えてお渡ししたストラグラーになります。結構この、サンドベージュっていうんですかね、この辺の色は結構人気のある色で、僕もすごい好きな色の一つです。グラベルバイクっていうとそうですね、ドロップハンドルで太いタイヤが入ってるっていうのが特徴なんですけど、それ用って言っちゃっていいのかな。下ハンっていうハンドルのこの下の部分ですかねがちょっと下にくるにかけて広がってるダートドロップってやつを使わせてもらう機会がすごい多くて、これは主に土の上とか走ってる時に下っててちょっとでも幅の広いハンドルで手を広げて下っていった方が楽なので、ちょっと慣れるまでこの下の位置を握るっていうのは怖いかもしれないんですけど、いざ慣れてくるとこういうハンドルがすごい調子いいんだなっていうことに気づいてもらえると思います。で、コンポーネントっていうギアは今回はスラムの APEX1 っていうものを使ったんですけど、これはこのブレーキレバー握る位置と変速を動かすレバーがほとんど同じところについているので、手の位置を変えずにレバーに手を置いたまますぐ変速ができるので、あんまりストレスなく変速とかができる商品になっています。APEX1 っていうブレードはなんで1かっていうと、前のギアは1枚で後ろは11枚のギアがついてる。前の変速機はそうですね、最近ワンバイっていうこの前は1枚で組むことがすごい多いんですけど、見た目がまずシンプルになるっていうのと、あとは変速考えるのが後ろのギアだけでいいので、かなり直感的な操作ができるようになっているので、グラベルバイクとか最近のシクロクロスバイクではよく使う組み合わせかなっていう気はします。で、前のギアがない分後ろのギアは少し大きい、すごい軽いギアも使えるように大きめのカセットっていうこの刃がついてるっていうのが特徴ですね。で、タイヤなんですけど、これは 650B っていうマウンテンバイクのもともと規格のホイールサイズを使っていて、 650B っていうサイズの40っていう太さですね。ストラグラーっていう自転車のタイヤクリアランスマックスがだいたい 650×48B ぐらいがマックスなので、最近よくオーダーいただくことの多いウルトラダイナミコとかのタイヤも使えるんですけど、個人的にはストラグラーにはこの 40B くらいのクリアランスがバランスも良くて好きかなという気がします。今回はテラベールのキャノンボールっていうタイヤを選んでいただきました。ちなみにチューブレスですね。チューブレスっていうのはタイヤの中に入ってるチューブを言葉の通りなくした、チューブなしでタイヤを保持してくれるシステムなんですけど、中にシーラントっていうパンク防止剤を入れて、例えばちっちゃい穴とかだったら、基本的に塞いでくれる。で、なんでチューブを入れない方を選びたいかっていうと、空気圧を低くしてもリム打ちパンクっていう、リムタイヤなんでパンクしちゃうっていうパンクが防げる可能性が高いので、ある程度グラベルバイクとして乗りたい場合はチューブレスっていうのをおすすめするケースも最近増えてきましたね。このスイフトインダストリーズのゼイゲイストっていうサドルバッグを今回付けさせてもらって、エルレンラックっていうサドルバッグサポーターをつけてあげることで、ダートとか乗りに行った時にもサドルバッグがわざわざ揺れないように支えてあげるっていうバックサポーターをつけてあげています。このバックサポーターは基本的に日東のシートポストでしか使えないので、そこだけ注意なんですけど、例えばサドルがあんまり出なくてバッグがすっちゃうだったりとか、荷物が重い時にバッグが揺れるっていうのを防いでくれるパーツなので、つけなくても乗れちゃうケースもあるんですけど、つけてあげるとよりバッグがしっかり固定できるっていう感じですね。
でグラベルバイクっていうと最近だと、ロードバイクのプラスアルファみたいな感じでちょっと速さ重視のバイクがすごい多いんですけど、サーリーのグラベルバイクで、荷物が積めたりとか、このバイクにはついてないんですけど泥除けがつけられたりラックがつけられたりっていうただのグラベルバイクっていうのがこのサーリーのストログラーの個人的にすごいいいとこだなと思います。ラックレスだったりとか荷物は最小限でグラベルバイク、ピュアなグラベルとして山道を楽しむことできるんですけど、例えばこのバイクにラックをつけてもっと荷物積めるようにして1泊2日とかもっと長い日にちでもキャンプをする荷物を積んで行ったりとか、いわゆる最新のグラベルバイクだとちょっとできないようなこともサーリーのストラグラーだとできちゃうかなっていうのが個人的にストラグラーをグラベルバイクとして組むっていうのはおすすめしているポイントですかね。で、全体のイメージなんですけど、個人的にオールシルバーっていうのがちょっと苦手なので、例えばこの自転車ステム、シートポスト、リムとかは結構プロっぽいパーツなんですけど、スポークだけ前後ともシルバーにしたりとか、真っ黒ってなるとちょっと完成車っぽい印象になっちゃうっていうのも個人的にあるので、どこかでシルバーだったりとか違う色のパーツを使ってあげて、ちょっとごちゃ混ぜにして個人的には好きかなと思ってます。サーリーのストラグラーをグラベルバイクで組ませていただいたっていう車体でした。1台目はこんな感じです。ではじゃあ2台目をご紹介しようと思います。2台目はリベンデルのサムヒルボーンっていうモデルで、こちらは古着屋さんで働いてる方ですかねからオーダーいただいた1台になります。リベンデルは基本フレームの塗装っていうのは行ってないので、このリベンデルのダークゴールドっていうカラーを気に入ってもらって、お客様のオーダーとしてはこの後ほど紹介するんですけどグレーのタイヤは絶対使いたいなっていうご要望をいただいて組み上げた1台になります。まずは基本的にリベンデルっていうのはちょっとクラシックっぽく組むのがやっぱかっこいいので、ブレーキレバーだったりとかシフトのレバーですね、ちょっと見にくいんですけど、基本シルバー、ハンドルも車輪もほとんど使えるパーツはシルバーで組み上げたイメージになってます。で、個人的にすごい好きなんですけど、フロントディレイラーがついてる自転車っていうのが結構、先ほどのストラグラーは1バイフロントシングルだったんですけど、個人的には好きなので、これは前にギアが1、2、3枚ついてますね。で、正直街乗りだけで考えて3枚も必要なのかなって思っちゃう方もいると思うんですけど、ぶっちゃけ必要ないかもしれないです。ただやっぱ見た目だったりとか、いざっていう時に街乗りだけじゃなくてちょっと遠出してみようかなとか思った時に、この一番ちっちゃいギアが火を吹くことがあります。なのであとはやっぱりリベンデルとかちょっと自転車をクラシックっぽく組みたいなっていう方は前2枚とか3枚とか前にもギアをつけてあげると全体の雰囲気も良くなるかなっていう気はしてるので非常に好きですね。フロントトリプルが特にすごい好きです。で、その分後ろのギアは8枚ちょっとわざとローテクなギアを使ってあげて、前が3枚で後ろが8枚っていうクロスバイクとかに今どうなんだろう、よくあるギア設定ですかねにしてあげるとちょっとギアにかかるコストも抑えられてトラブルも若干少なくなるので、前3枚だと8枚9枚あたりのギアを使うっていうのが個人的には好きですね。次紹介するのはハンドルなんですけど、これ日東さんのブルムースバーっていうステムとハンドルが溶接で一体型のタイプのハンドルなんですけど、これは単純に見た目が好きですね。で、リベンデルデザイン日東メイドのハンドルなので、リベンデルとの相性は間違いないっていうのがありますね。ただこの突き出しって言ってステムの長さに当たる部分は溶接でついちゃってるので、ちょっとそこが例えばちょっとハンドル遠くしたいなとか逆にちょっと近いなっていうのが決められないっていうのが唯一のデメリットなんですけど、見た目だったりとか握り心地、リベンデルとかスレッドバイクとの相性っていうのはすごいいいので個人的にすごい好きです。前から見るとこんな感じですね。
かっこよくないですか、見た目がで、先ほど冒頭でちょっとご紹介したグレーのタイヤ、これはウルトラダイナミコっていうところのタイヤで、パナレーサー製ですかね。ウルトラロマンスっていう方聞いたことある方も多いと思うんですけど、っていう方がデザインしたオリジナルのタイヤになっています。パターンがすごい特徴的で、この三角形のブロックが並べられたデザインで、このセンター部分ですねは、舗装路を走っている時に一番地面と設置する部分の伸びはちょっと低くて、でサイドですね、土の上、山の上を走っている時にしっかりグリップしてくれるような、いわゆるセンタースリップっていうような分類のタイヤになるのかなって気はしています。何より色ですね。このグレーのタイヤっていうのがすごい、今カラータイヤって結構少ないので、フレームとの相性もすごいいいですよね。で、一応このタイヤも先ほどのストラグラーのようにチューブレスっていうのにできるタイヤなんですけど、この車体は主に街乗りで組ませてもらったので、チューブレスっていうのにはせず、中に普通にチューブを入れて使ってもらってます。街中どこでも駐輪できるようにっていうご要望があったので、片足のセンタースタンドですね、付けさせてもらって、ただちょっと見た目はシンプルにしたいから、ラックだったりとか泥よけだったりとか、カゴバッグとかは一旦なしで、その辺は必要に応じて後からやっぱカゴが必要だなとかっていうのは付け足していくっていう車体に仕上がってます。あとはこのグリップですね、ちょっと特徴的なグリップを付けさせてもらったんですけど、これチャーシュー巻きって言って上山店の谷さんが名付けたグリップの仕上げ方なんですけど、 ESI っていうグリップを普通にハンドルにつけた上からナイロンのテープを巻いてあげて、で最後にセール糸っていう紐で縛ってニスで固めたっていう仕上げなんですけど、これはリベンデルのボスグラントさんが自分の車体でやってたのを見つけて、なんだこれすごいと思って、今上馬店で密かにブームになってますね。主にリベンデルでやることが多いです。結構特徴のあるカスタムなので、どのバイクにも似合うとかっていうことではないので、ちょっと相性が難しいんですけど、リベンデルとの相性、相性っていうのかな、相性がいいっていう表現が合ってるかどうかは分かんないんですけど、雰囲気がすごいいいのと、握っていくうちにだんだんニスが落ちてきて、ちょっと経年変化が楽しめるというかっていうのも魅力の一つかなって気がします。組み合わせるテープの色とかによって印象がかなり変わるので、そこも楽しめるカスタムの一つな気はしますね。という感じで、以上2台の自転車を本日ご紹介させていただきました。